皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一音名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は2025年8月8日に名古屋ダイヤモンドホールで開催されましたバンドメイドツアー2025の13公演目、セカンドラウンドの5公演目となるお給仕に帰宅してまいりましたので、その模様をレポートさせていただきます。名古屋ダイヤモンドホールはセカンドラウンドのファイナル 2days 公演ですので、今回はその1日目ということになります。平日ということでなかなか難しいかと思っていたのですが、きっちりソールドアウトになりまして、素晴らしいとか思いながら当日お昼くらいに自宅を出て新幹線で名古屋へ向かいます。名古屋駅に着いて地下鉄東山線で会場最寄りの新栄町まで行きますが、名古屋で仕事をしていた時のルートなので少し懐かしい感じがしました。それで到着したのが14時半くらいでしたので、そのままダイヤモンドホールまで向かいましたが、やっぱり1階まで物販の列が伸びてました。なのでそのまま並びます。インスタに上がったご当地 BB シャツは熊本のくまモン色と一緒ではと思ったのですが、どうも黒ではなくネイビーらしく、球団色ということで納得しました。少し経つと5階のフロアが開いたようで列が動き始めます。本当に体力がついてきたのか、5階まで上がる階段は苦になりませんでしたね。それで5階の物販ブースの前にジグザグに並んで待つ形になります。でも物販開始が10分遅れとなり、後の会場の時もそうだったのですが、ちょっとスタッフの方たちの段取りが悪かったのが気になりましたね。でも物販のお姉さんたちがノリが良くて明るかったのでプラマイゼロな感じです。で、後ろから見てるとビッグポスターは私よりだいぶ前の方が当てられてましたので2連続はなしでした。当然ですが。それでいよいよ順番が回ってきて、いつものようにご当地 BB シャツとくじ10枚購入します。くじの結果はさいちゃんのサイン入りポストカードと結構珍しいと思っているアクリルスタンドが当たりました。今回も当たりと言っていいでしょう。それで物販も無事買えたので、会場近くに取ったホテルにチェックインして荷物を置いて、ご当地 BB シャツに着替えて会場へ戻ります。会場はすでに入場待ち列ができていて、 B のチケットの方は階段に並び、 A のチケットは5階フロアに並ぶことになっていました。今回の私のチケットは A236 番と相変わらず良くも悪くもない感じでしたが、 B でもこんなに並んでるんだとか思いながら5階まで階段を上がってフロアに並びます。でも実は前日まで風邪で体調が悪く、この日はほぼ治りかけだったのですが、治りかけが一番人にうつしてしまいそうなので、厳重にマスクをして後方で声を出さずに見ることにしようと思っていました。それで会場時刻になって一番の人から入場されていきますが、結構知り合いのお名手様たちが早めの正番で入っていくのを見て、今日の前方は盛り上がりそうとか思ってました。でもスタッフの方の止まってくださいとかチケット見せてくださいの注意の仕方がちょっときつくて、そんなにきつく言わなくてもいいのにとか思ってしまいましたね。で、いよいよ私も入場しますが、フロアは前方8割くらいがフラットで、後方の2割くらいが段々になって高くなっている感じです。前方はかなり埋まってまして、私は手すりのある最高段の一番前 PA ブースの左後ろに位置取りました。 PA が丸見えな感じです。上から見るとステージ幅は狭めですが、フロアの幅は40人かそれ以上な感じで、お嬢様エリアは下手美沙さん前でした。バックドロップはリボンのマークでした。後方から見ているとフロアがどんどん埋まっていってワクワク感が増します。 PA の方が入っていろいろセッティングしているのを見てるのも楽しかったです。それで会場からのアナウンスがあって、いつものことながらこのままでは入れないということで前へ詰めるようにとの指示があって、さらにギチギチになってました。そんなこともあって定刻の18時より5分ほど過ぎて BGM が止んでフロアの照明が落とされて、大声援と手拍子がフロアに響きます。声を出せないのが辛いですが手拍子で我慢しました。そこに SE が流れてきてフロアの手拍子と歓声がひときわ大きくなります。そこに下手からあーちゃんが出てきていつもの挨拶をしてくれて大歓声が上がり、続けてミンチョミサさん、小本さん、サイちゃんがステージに入ってきて、フロアはさらに大歓声となります。メイドさんたちが配置について SE が止んで、私的には最近はなかったメイドさんたちを見下ろすような感じでお給仕の開始を待ちます。今回のツアーの1曲目を飾るのはやっぱりゼンでした。サイちゃんにスポットライトが当たって、サイちゃんの歌声がフロアに響いて、イントロになってフロアは思いっきり手を挙げながらのチャントになります。声出せないのはもどかしいですが、手を振り上げるだけで我慢しました。それで1メロに入りますが、上から見てるとミンチのピッキングのリズムが気持ちよくて楽しそうに弾いてるなぁと感じましたね。それでサビに入って手を振り上げて盛り上がります。最高列付近はさすがの台本もおとなしく見ている人が多かったのですが、私も含めて盛り上がってる人も半分くらいはいましたね。それで感想でまた無言でのチャントで我慢して、2メロになってアーチャーの激しいドラムを上からバッチリ見て聞いて B メロで手拍子です。手拍子は声出さなくても思いっきり盛り上がれるのでいいです。それで2サビでも手を振り上げて盛り上がって、
C メロのさえちゃんの歌い上げるボーカルを堪能しますが、ここのミサさんのベースのフレットの移動が激しくて、これも見ていて気持ちよかったです。それでミンチョのギターソロになりますが、上手でスポットライトを当てのソロは熊本でのアクシデントを全く感じさせない感じで、本当に笑顔で気持ちよさそうに弾いてましたので、なんか安心しました。それでラストサビのあーちゃんのリズミカルなドラムフレーズも堪能してアウトロでちゃんとです。フロアから上がる無数の拳がすごかったです。曲終わりでフロアから大歓声と拍手が沸き起こります。続く2曲目はアンディッシュでした。さえちゃんにスポットライトが当たって歌い出して、イントロになってミンチョが上手を立ち台、ミサさんが下手を立ち台、さえちゃんと小畑さんもステージ前まで来て、フロアは全力のチャントになります。それで1メロに入りますが、ミサさんとミンチョは1メロ終わりまでずっとお立ち台で演奏してくれてましたね。ここで気づいたのですが、 PA の資格ということで、やっぱり音のバランスがめちゃくちゃ良かったです。前方だとどうしてもバランスが悪くなりがちなんですけど、後方のメリットはこれですね。でもサビでだんだんリリだんだん言えないもどかしさ分かってもらえますでしょうか。手だけでだんだんリリだんだんとやることにしました。それで感想のちゃんとから2メロになって、あーちゃんのドラムフィルとミンチョのギターフレーズを堪能して、2サビでまた手だけでだんだんリリだんだんです。ストレスたまるって感じです。サビ終わりのところでヘドバンして C メロで手拍子です。これは声出さなくても楽しいです。それでミンチョのギターソロになります。ミンチョは上手を立ち台ですね。それでラスサビになって盛り上がって、最後アウトロではさえちゃんが腕振り振りダンスしてくれてましたね。フロアの大声でのチャントを見ながら曲終わりです。大歓声と拍手の中、3曲目として流れてきたイントロはハローンでした。福岡から瀬戸りに入った私的に大好きな曲です。後方から前方フロアを埋め尽くすご主人様お嬢様のちゃんとで上がる腕を見るのは壮観です。やっぱりアローンはいいなとか思いながら1メロを堪能します。それでサビになって思いっきり手を振り上げて盛り上がります。アローンってあーちゃんのドラムを叩く姿がなんかすごく好きなんですよね。あーちゃんもめちゃくちゃ楽しそうですし。それで感想でちゃんとして2メロに入りますが、ここのミンチョのギターフレーズはやっぱり痺れます。それで2サビも楽しんで、ギターソロ前のさえちゃんの英語の語りみたいなところになりますが、ここのあーちゃんの聞き迫るようなドラムはやっぱり大好きですし、この日もすごかったです。それでいよいよミンチョのギターソロです。現時点でも私的には一番好きなギターソロです。おいおいの声出せないのはもどかしいですが、思いっきり手だけちゃんとして盛り上がりました。それでラスサビに入りますが、このあーちゃんのドラムフルも痺れます。最後、おー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 のシンガロングも歌った気になって、アウトロのちゃんともおいおい叫んだ気になって曲終わりです。曲終わりの吹き鳴らしが終わってフロアに大歓声が響き渡ります。ここで最初の MC になります。小本さんのお帰りなさいませご主人様お嬢様やってまいりましたっぽー名古屋1日目っぽーで大歓声となって、続けて小本さんのたくさんのご主人様お嬢様が帰宅してくださったおかげで本日ソールドアウトですっぽーでさらに大歓声と拍手となります。前のレポートでも何度か言ってしまってますが、この時も後ろを向いているさえちゃんの髪の毛がめちゃくちゃ綺麗でした。それで小本さんのさえちゃんの汗を見てもわかると思いますが、ぎゅうぎゅう詰め詰めの会場は最高に暑い夜になること間違いないので、水分補給と体調管理だけは気をつけて素敵なお給仕にしましょうぽ大丈夫ですかぽに大歓声で答えて、いつもの小本さんの素敵な夜にする準備はできてますかぽにさらに大歓声で答えて、最後小本さんの楽しんでいきましょうぽようこそバンドメイドのお給仕へで大歓声となって次のセクションに入ります。MC 明けの4曲目はドミネーションでした。微妙に曲順を変えてきている感じですが、順番変えるだけでも難しいと思うんですよね。小本さんが間違ったというのもありますしね。さえちゃんの行くぞーの叫びでイントロになって、フロアはちゃんとの手で埋め尽くされます。それで1メロに入ってさえちゃんが歌い出しますが、小本さんのコーラスもいいんですよね。で、サビ前のところは手を回す感じで振り上げて盛り上がります。それでサビに入ってフロアは振り上げる手で埋め尽くされます。ハローハローのコール&レスポンスもめちゃくちゃ声出てました。さえちゃんもあまりの大声に驚いて笑ってる感じでした。それで2メロに入って楽器隊があーちゃんのところに集まって変顔タイムになりますが、遠くてよく見えないので、あーちゃんはメンバーの変顔を見せられてるんでしょうと思っておきました。それで2サビになってまたフロアからの大声のハローハローになってギターソロ前のブリッジになります。ここの一拍空けてのちゃんとも無言ではありましたが、気持ちよく手を振り上げられました。それで忍者のソロはやっぱり真ん中の立ち台で弾いてくれます。その後の1メロから先行せよで指を立てた手を上げてラスサビに入って B メロみたいなところから最後さえちゃんと一緒にハローハローを叫んでアウトロです。さえちゃんはやっぱり思いっきり煽ってきますので、ものすごい音量のチャントになってました。曲終わりで大歓声が上がりますが、さえちゃんは満足そうにニコニコしてましたね。続く5曲目はフォービドンテールです。
サイちゃんのボーカルとミンチョと小畑さんのアルペジオが熱くなりすぎた体を癒してくれます。でもすぐにサビになるので、また思いっきり手を振り上げて熱く盛り上がります。それで間奏になってフロアのチャントがすごいことになってました。間奏から2メロになって、あーちゃんのリズミカルなドラムに乗せて体を動かしてジャジーな展開になるところは、リサさんもミンチョも小畑さんもあーちゃんまで真剣に演奏しているのが逆に新鮮です。それで2サビになってまた手を振り上げながら盛り上がってサビ終わりのリアル完成になりますが、ここも残念ながら手を挙げるだけになりました。そこから重厚な感じのメロに入ってだんだんと壮大な感じで盛り上がっていくところになりますが、このあーちゃんのフロアダムのフレーズは痺れます。それでサイちゃんの Nobody can stop us で思いっきり手を挙げてラスサビに入ります。サビ終わりでさらに壮大な感じになるところはヘドバンする感じで恍惚となって、最後はアウトロで思いっきりのチャントです。声出せなくても気持ちいい曲です。曲終わりで大歓声と拍手が沸き起こります。ここでベイドラセッションになります。ミサさんが下手お立ち台に立ってスポットライトを浴びながらクールな感じでベースを弾き始めます。それであーちゃんにもスポットライトが当たって楽しそうにドラムを叩き始めます。もうミサさんもあーちゃんも慣れてきたのか余裕な感じです。ベイドラセッションを見ながらミンチョが楽しそうに踊ってましたので、完全復帰したのかとさらに安心しました。あと小鳩さんがあーちゃんのところに行ってドラムを叩く真似みたいなのをしてたのが可愛かったです。それで最後のところはやっぱり小鳩さんが煽ってきてフロアはちゃんとになります。思いっきり盛り上がったところでセッション終わりとなって、小鳩さんが前に出てきて6曲目となるトワエモアの強烈なシャウトです。ベイドラセッションからのトワエモアだからか、リサさんがずっと下手お立ち台でベースを弾いてくれるのがまたいいんですよね。イントロでのシンガロングもフロアから大声が響いてました。それで1メロに入ってサイちゃんのなんか妖艶な感じのダンスしながらのボーカルを楽しんで、サビは手を上げながらヘドバンです。ここ気持ちいいんですよね。それですぐにメロになってリズムが変化して、あーちゃんのリズミカルなドラムが心地よい感じです。2サビ終わりでミンチョが上手お立ち台に乗ってスポットライトを浴びてギターソロです。ソロ終わりでラスサビになりますが、ここのあーちゃんのバスドラどこどこは何回聴いても迫力がありますし、小畑さんのシャウトもすごいです。それでアウトロになってシンガロングになりますが、ここでも小畑さんのシャウトが堪能できるのがこの曲の好きなところでもあります。曲終わりで大歓声となる中、なんとミンチョが上手お立ち台に立って7曲目となるシャンブルズのイントロを弾き始めます。3P セッションなしでのシャンブルズです。でもなんか逆に新鮮に感じました。ミンチョが上手お立ち台でイントロのリフを思いっきり弾いているのを見てたら、リサさんも下手お立ち台でベースを弾き始めます。と思ったらやっぱりサイちゃんも小畑さんも前に出てきていて、結局全員がステージの前にいる感じになります。ミンチョは1メロの間ずっとお立ち台で演奏してくれてましたね。サビ最後の Do It は声出せなくても思いっきり指上げる感じなので楽しめました。それで感想のチャントから2メロに入ってあーちゃんのかっこいいドラムフィルを楽しんで、2サビでまた盛り上がってサビ終わりからのソロ前のブリッジに入ってミンチョのギターソロです。ソロ終わりで落ちメロになって途中から手拍子で盛り上がってサイちゃんの Like a Fierce Tiger です。もう最近はこのサイちゃんの Like a Fierce Tiger を見てきたないとシャンブルズを楽しめない体になってしまいました。なので今回もバッチリ集中してサイちゃんを見てました。それでラスサビに入りますが、サビの時の小畑さんのあーあーっていうコーラスもいいんですよね。それでサビからつながる最後のフレーズになってフロアは最高潮に盛り上がって最後のサイちゃんのハーになります。会場の歓声のタイミングがちょっと早くてかぶったような気がしますが、それくらいフロア全方は盛り上がってました。ここでサイちゃんが真ん中の立ち台に立ってシークレットマイリップスのイントロが流れてきて、サイちゃんの今日もメドレー行くぞーっておたけびが上がります。なのでフロアからは大音量のチャントになります。上から見てるとサイちゃんだけが前にいる感じです。それで A メロに入ってヘビーな演奏に乗せてサイちゃんが歌い出して B メロの手拍子になりますが、あーちゃんもスティックを叩いて手拍子を煽ってましたね。それでサビになって手を前後に揺らしながらヘドバン気味でサビを楽しみます。サビ終わりで間奏に入りかける感じで曲終わりになってブルーミングのイントロになります。サイちゃんのまだまだ声出せるかーに大音量のチャントになります。認知はさすがにイントロの時はお立ち台に立たずにそのままギターソロになってました。このソロはワウペダルを踏まないといけないのでイントロでお立ち台はやっぱり危ないですからね。ソロ終わりでファーラーウェイに行くと見せかけてラスサビになるので、今回初見の方は絶対釣られたと思います。ここは初見殺しですね。でも分かってるご主人様お嬢様は手を振り上げてサビを楽しんでファラーウェイのところになりますが、またサイちゃんが真ん中の立ち台で歌ってくれてました。ここは手を掲げる感じですね。ミンチョの2回目のギターソロも堪能して最後のあーちゃんのかっこいい締めのドラムフィルで曲終わりとなって大歓声が上がります。そこにリンネのイントロです。あーちゃんの強烈なバスドラが響きます。イントロで激しいチャントになりますが、上から見る小畑さんの姿勢を低くしてギターを弾きながらのヘドバンは迫力がありました。
今回集中して聴いていたので、サビ前のフレーズは胸を合図だというのを確認できました。なので1サビ開始なのが確定ですね。フロアの盛り上がりがすごかったです。サビ終わりでアウトロになって最後のサイちゃんのシャラップはフロアも思いっきり一緒に叫ぶのもいいですね。私は叫べませんでしたけど、最後あーちゃんにスポットライトが当たってのめちゃくちゃかっこいいドラムの締めも改めて堪能できました。続けては HGK です。ミンチョのめちゃくちゃかっこいいイントロのギターフレーズにフロアはちゃんとで答えて A メロに入ってサイちゃんが歌い出してフロアはさらに盛り上がります。 B メロの時のミサさんのベースラインとあーちゃんのタンフレーズはやっぱり好きすぎます。それでサビに入りますが、何度も言ってしまってますが、このサビの歌詞がめちゃくちゃかっこよくて好きなんですよね。サビ終わりでブラックホールの小畑さんのかっこいいリズムギターの刻みに乗せて最初のサイちゃんの英語での語りみたいなところになります。それでイントロになってミンチョの激しいリフとアーチャの2ビートの迫力のドラムとミサさんの轟くようなベースを堪能しながらフロアはちゃんとになります。サイちゃんは真ん中のお立ち台でサビから歌い始めてくれます。サビの小畑さんのバックボーカルもいいですよね。サビ終わりであーちゃんのかっこいいドラムフィルで曲終わりとなってワーニングの冒頭のメロディーになりますが、この時にステージが暗くなるのがイントロの爆発を待つ感じでワクワクします。であーちゃんのドラムからイントロになってフロアは爆発したようにちゃんとになります。イントロでサイちゃんがそんなもんかーの叫びを上げながらお立ち台で煽ってきますので、フロアはさらに大声のちゃんとになってました。それでサイちゃんは手拍子をお立ち台から煽りながら You Can Control Me のサビラインのところから始まります。それでミンチョが上手のお立ち台に立ってギターソロになります。ソロ中に入るあーあーをフロアもシンガロングするのがお決まりになってきました。ソロ終わりで C メロに入ってミサさんのバリバリドライブのベースも堪能してブレイクから小畑さんのかっこいい掛け声みたいなコーラスでラスサビに入ります。激しいあーちゃんのドラムとミサさんのベースと小畑さんのコーラスも堪能してアウトロなしで曲終わりになります。そこにホワイホワイホワイの冒頭の小畑さんのシャウトです。小畑さんにスポットライトが当たってたのもいい感じでした。フロアのちゃんとも全力です。そこに小畑さんのクルルルって鳩の鳴き声みたいなコーラスからサイちゃんの Maybe You Are It のところになります。フロアはおー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 のシンガロングをして小畑さんの Why 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 のシャウトから Tell Me Why Why のところに入ってコール&レスポンスになって曲終わりです。ここで次のインフルエンサーにつなげる手拍子です。サイちゃんがお立ち台で手拍子を煽りながら名古屋は息合わせられるかなみたいに言ってましたが、熊本の時のバラバラが頭にあったんでしょうね。ちょっと早いとかも言って直してましたね。この時のサイちゃん楽しそうで最高です。ミンチョが上手のお立ち台、ミサさんが下手のお立ち台に立ちます。それで満を持した感じでサイちゃんのエビバーでルークからミサさんのベースソロに入ります。やっぱり何回聴いてもこのベースソロはかっこいいです。サイちゃんと小畑さんのフォーカスオンバースもいいんですよね。それでミサさんのベースソロが続いてサイちゃんと小畑さんのワンモーのショックでミンチョのギターソロです。ここ最高に盛り上がります。ソロ終わりのオチメロからあーちゃんのトリプルのドラムフィルからサイちゃんのサレンダーラブのロングトーンに続けて小畑さんのハイトーンでのロングトーンです。初めて聞いた時に鳥肌が当たったやつです。それで最後のサビのハンキドリデイのところになります。日本語だとデイの最後の母音が E なのでデイが耳に馴染んでかっこいいんですが、英語圏だと最後の母音が A なのでリアクションビデオとか見てるとイエイ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 みたいに歌ってる人がいましたね。が絶対かっこいいですよね。でも個人的感想はこれくらいにして最後はジャンジャンジャンっていうめちゃくちゃかっこいい締めで曲終わりになります。次はグローリーですね。イントロでジャンプとチャントで揺れ動くフロアがすごかったです。ミンチョとミサさんはお立ち台ですし、当然サイちゃんも真ん中のお立ち台なのですが、小畑さんはやっぱりジャンプしながらギター弾くのでお立ち台には乗らない感じです。この時の小畑さんは本当に楽しそうで見ているこっちも楽しくなります。それでイントロからサビスタートでコール&レスポンスで盛り上がってサビ終わりのなんか妖艶な感じのサイちゃんのシャウトからアウトロになってまたジャンプしながらのチャントです。サイちゃんもまだまだとか雄たけびを上げながらめちゃくちゃ煽ってきますのでフロアはさらに盛り上がってました。私的には今回は声を出せずにジャンプしながら盛り上がるフロアを眺める感じになってちょっと悔しかったです。最後はサイちゃんのありがとうももらえてメドレー最後のショーゼルのスクリームを待ちます。そうなんですよね。セカンドラウンドでは楽しみが増えています。誰がダニーのスクリームをやるかですね。それで今回はなんとミンチョにスポットライトが当たってミンチョのめちゃくちゃ綺麗なスクリームがフロアに響き渡ります。フロアは驚きと感動のようなざわめきに包まれて大歓声が上がります。っていうかミンチョの声治ってたんですね。よかったです。それでイントロに入っておー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 のシンガロングになりますが、サイちゃんは上手お立ち台から名古屋もっととか叫びながら煽ってきます。
それでサビに入ってサビ終わりでソロパートです。ミサさんから始まりミンチョのソロになってあーちゃんのドラムソロですが、よく考えたらアレンジではなくドラムソロがある曲って他にありましたっけ？思い出せません。ソロ終わりでサイちゃんのさあもっと行こうか名古屋の叫びでアウトロでのシンガロングになります。フロアの声がすごかったです。途中でもサイちゃんがもっといけるだろうみたいな煽りを続けるのでフロアの声はさらに大きくなってました。それで最後のミサさんのベースの締めで曲終わりになります。曲終わりの聞き鳴らしでありがとう名古屋最高だのサイちゃんの叫びが上がります。聞き鳴らしが終わって大歓声が上がる中2回目の MC となります。サイちゃんのありがとう名古屋楽しんでるか盛り上がってるかに大歓声で答えてスタートです。でサイちゃんがすごいぞ名古屋むちゃくちゃ声がでけーって言ってきてフロアから大歓声と笑いが起きます。サイちゃんは満足そうにいいねーとか言ってあまりの盛り上がりに暑さにやられてるんじゃないって言ってまた笑いが起きてました。小畑さんも始まる前から声がでかかったっぽーとか言ってましたね。相当だったんでしょうね。そこに加われなかったことが歯がゆいです。サイちゃんはまだ感動してすごかったよ大丈夫みんな暑さにやられてない大丈夫そうとか言ってきてまたフロアは満足げな笑いに包まれます。小畑さんのセカンドラウンドで1番ポーでまたフロアは大歓声となります。サイちゃんもナンバーワンとか言ってくれるのですごい歓声が続いてました。小畑さんがちょっと心配して大丈夫ポー本当に暑さにやられてないポーとか言ってくるのでフロアから笑いが起きてました。サイちゃんも帰るときに楽しかったけど全然覚えてないとかはやめてねみたいに言ってましたね。でも忘れたんならもう一回来ればいいとかきっちり天の声が喜びそうなことも言ってました。ちなみにこの時ミンチョは福岡から起き出したアンプ前の椅子に座ってましたね。それで小畑さんが暑いということで水分取るっぽよみたいに言って今から休み時間が始まるからっぽねって言ってきてサイちゃんも演奏の時は一緒に盛り上げてくれるじゃないでも今からは休むんだよこれもあなたたちの仕事って言ってきてフロアから笑いが起きます。続けてサイちゃんがよく遊びよく休むみたいにありそうななさそうな標語みたいなことを言ってフロアに分かった返事はって聞いてきてフロアからはいって声がかかって学校みたいになってました。小畑さんも笑いながら佐伯先生って言ってましたね。本当に先生みたいでした。でもフロアからも先生って声がいっぱい上がってサイちゃんはうるさいうるさいってたしなめて小畑さんもヤジは良くないっぽーってフロアを諭します。でもサイちゃんは上機嫌でフロアに向かって赤点赤点とか言って乗ってきます。で小畑さんに向かって赤点って言って小畑さんが小畑もって驚きます。で居残りするっぽーとか言ってしまって居残りなんかしたら大変なことになるっぽー怒られるっぽーってすぐ否定してましたがサイちゃんはそれに乗って 2days の間にやるんでしょってまたよくわからないことを言ってきます。小畑さんも笑いながら 2days の間って何日ぽ適当に言い過ぎっぽみたいに言い返してサイちゃんもごめんごめん私今回のツアーで適当が過ぎるとか言って自覚してましたね。小畑さんはそれだけ楽しいってことっぽねってフォローしてましたがこのサイちゃんのわけのわからないことを言う MC がたまらなく面白いんですよね。でサイちゃんが小畑に謝らないといけないことがあるとか言い出します。リハの時に発覚したらしいですがアローンをやった福岡のお給仕でサイちゃんが小畑さんにおーの回数間違えてんじゃねえよって言ったやつについてみたいです。確かにそういうのありましたね。でサイちゃんが4回3回7回だと思ってたのみんな知ってる数とか数えたことないかもしれないけど私たちは一応覚えとかないといけないからさとか言ってフロアから笑いが起きます。小畑さんは一応じゃないっぽって突っ込んでましたね。でサイちゃんが続けて小畑が447でやってて相田さんだろう間違えてんじゃねえよって言ったら小畑が謝ってくれてみたいに言って小畑さんもそうだっぽごめんぽとか謝ったっぽねみたいに再現してくれます。でサイちゃんが私が間違ってたのって言ってフロアは爆笑です。どうもアコースティックのアレンジが437だったらしくサイちゃんがうっかりうっかりよ先生失格とかギャグをかましてまたフロアは笑いに包まれます。小畑さんもあまりにもしっかり言われたから小畑が間違ってるって思ったっぽみたいに言ってサイちゃんからあの子騙されやすいみたいでとか言われてしまいます。でサイちゃんが謝るということで小畑すまんってサイちゃんらしい謝り方をしてフロアから笑いた拍手が起きてました。このすまんのニュアンスって英語翻訳できるかと私的に心配してしまいました。でサイちゃんは曲増えすぎてアレンジしすぎてわからなくなっちゃったのとか可愛いこと言ってましたね。
それで小鳩さんがアレンジといえばって話題をショーゼムの話に振ってきます。そうです、ミンチョのスクリームです。サイちゃんも忘れてたとか言ってましたが、ミンチョがインフルエンサーの時くらいからガクブルでした。もうすぐショーゼムが来る。やばいぞって感じって言って温かい笑いが起きてました。続けてこのショーゼムのスクリームをみんなで回してやることになった経緯をミンチョが熊本は小鳩がやって福岡はあーちゃんがやってで今日は私がやりましたみたいに説明してくれます。で小鳩さんもサイちゃんもかっこよかったっぽねすごかったみたいに言ってフロアから完全同意の大歓声が上がります。ミンチョもこんなに大きな声なかなか出さないからさボーカルって大変だよねみたいに言ってサイちゃんも小鳩さんもありがとうありがとうとか言ってましたね。でなぜかサイちゃんが明日もう一回やるとかミンチョに言ったらミサさんが嬉しそうにしてたのでサイちゃんがミサさんに嬉しそうな顔すんなとか小鳩さんもやったーみたいになってるっぽーとかミサさんをいじります。サイちゃんがダメ押しみたいに明日は多分君だろうってミサさんに宣告してフロアは歓声と笑いに包まれてました。で小鳩さんが多分誰よりも練習してるっぽーって暴露してきます。サイちゃんも乗ってきて今日ホテルで練習しようとか言ってきて小鳩さんに隣の人びっくりしちゃうっぽーとか突っ込まれます。でもミサさんも乗ってきて枕を当ててやるみたいに言ってサイちゃんに本気じゃんとか言われてました。で小鳩さんがみんなで回そうって言い出したのは実はミサちゃんだっぽーって暴露してきます。サイちゃんも知らなかったようでそうなのとか驚いてました。どうもミサさんが一人一人やっていくのって笑顔で聞いてきたとのことで小鳩は覚えてるっぽーとか言ってましたが私の記憶では札幌の時に小鳩さんがこの話をする時に確かにミサさんとやり取りしてたように思います。どうもミサさんは嫌だったので聞いたらしいのですが反対にやることになってしまったとのことでした。サイちゃんが真相が判明しましたなのに鳥かって綺麗なツッコミを入れて小鳩さんのセカンドラウンドの大鳥っぽでフロアは笑いと歓声に包まれます。でもうセカンドラウンドも終わりって早いねという話になってサイちゃんもミサちゃんの楽しみだなとか言って小鳩さんも録画しておいてほしいっぽとか言ってましたがぜひ頼みますって感じです。でこの話題は閉まってサイちゃんがグッズのこと喋るわって言ってグッズの紹介に移ります。でサイちゃんがみんなの方が詳しいと思うけどツアー T だけ言わせてということでナラティブズライブラリーみたいな感じでって言ってきて小鳩さんからみたいな感じって笑いながら突っ込まれます。サイちゃんも突っ込まれてちゃんとしないとって反省します。小鳩さんは下手お立ち台に生徒みたいに座って先生とか言ってましたね。それでツアー T のデザインが変わってるということで会場にどこが違うかみたいに聞いてきます。でフロアからファイナルラウンドが入ったとかスケジュールとかの声が上がってサイちゃんはニコニコしながらそうそうすごいねとか言ってくれます。小鳩さんからまた後ろの方まで届いてないとみたいに突っ込まれてサイちゃんが改めてメンバーそれぞれをイメージできる広告みたいなのが入ってるしファイナルラウンドの日程も入ってるとかプリントにこだわってるとかボディも白になったって説明してくれます。本当にプリントが細かいですよね。最後にサイちゃんが印刷めちゃこだわったってことを言いたかっただけとかやっぱり適当な感じで言ってフロアから笑いが起きます。でやっぱりサイちゃんはその他もろもろですみたいに言って終わらせようとするのですが小鳩さんからご当地はって言われてサイちゃんは後で言いますみたいに言ってました。でもサイちゃんはその他もろもろの話も続けてくれてお給仕ショルダーバッグも再販したということで皆さんに文句言われないように入荷してますってサイちゃんらしいことを言ってまた笑いが起きます。小鳩さんは文句言われないように受けてましたね。でサイちゃんがフロアに使い心地を聞いてくるのですが反応がいまいちだったのかまずまずって感じですかみたいにボケてきてまたフロアから笑いが起きます。それでご当地 BB シャツの紹介になってサイちゃんから色は何でしょうかってフロアに聞いてきます。でフロアからナスって声が上がってサイちゃんからナスって紫じゃねネイビーじゃないよねって却下されます。で次はみたいになってくまモンって声が上がります。でサイちゃんが熊本を引きずってるってことですかブッブーって不正解宣告されます。小鳩さんもくまモンは熊本でやったっぽーって言ってました。それで味噌って声が上がってサイちゃんも小鳩さんも味噌みたいになります。小鳩さんも味噌の色ではないっぽねみたいになります。で天むすって声が上がってついに小鳩さんもみんな今日はどうしたっぽとかサイちゃんも何でも言えばいいと思ってないって突っ込んできます。確かに少なくともご当地に関係あって色が合ってないという感じですがサイちゃんはさらにあの球団の名前を言えないからって他のこと言えばいいと思ってないとか言ってきてもういいよあの球団の名前言ってってなります。で会場から遠慮したようなドラゴンズって声が上がってサイちゃんがテンション低めでそうそうドラゴンズカラーですみたいに言って正解になりました。小鳩さんもみんなサイちゃんに気遣いすぎだっぽーとかエンムスは無理があるっぽーとか言って笑いが起きます。
さいちゃんもナイス天むすでしたって笑ってましたね。で、さいちゃんが気を使わせてしまって申し訳なかったですけど、虎が好きだから仕方がないんですみたいに言ってまた笑いが起きます。で、小鳩さんが今強いからぽね、絶好調だから機嫌がいいぽねってさいちゃんに言ったら、そうだよ、マジックついちゃったからねとか言ってフロアから歓声と拍手が起こるのですが、小鳩さんが煽って歓声が上がってるのをさいちゃんが見とがめて、手回ししてましたみたいに小鳩さんに言って、小鳩さんはしてないっぽーみたいに言い訳してました。で、さいちゃんが今日のご当地の色着やすいよね、黄色とか縦縞だと着づらいもんねとか言ってまた笑いが起きます。それで思い出したようにさいちゃんが縦縞の時に帰りに来てる人がいて、ご主人様かと思ったら全然違って本物の人だったってエピソードを紹介してくれて、フロアはまた爆笑になります。で、さいちゃんがパロってるこっちが勘違いしちゃってとか言って、その時に一緒にいたらしいあーちゃんも気づかれるかなと思ってアピールとかしてたとか言って、小鳩さんに一番恥ずかしいやつっぽーとか突っ込まれてました。で、さいちゃんとあーちゃんが並んでその時のアピールしている様子を再現してくれます。で、さいちゃんがふっと見ると後ろにタイガースって書いてあって、違うんかーいってなったって情景が思い浮かぶようなボケをかましてくれて、フロアは爆笑です。小鳩さんに2人で何してるっぽーって突っ込まれてました。で、紛らわしいデザインでした。タイガースファンの方が多いよねって自虐でこの話題を締めてました。で、さいちゃんが小鳩さんにやっちゃいますみたいにいつにも増して雑な感じで振ってきます。で、小鳩さんがやりましょうかっぽーって言いつつ、やらないっていうのもあるっぽーみたいに言ってきて、さいちゃんが会場にクレーム言った方がいいよって言ってきます。で、さいちゃんがやってくれないんですかって小鳩さんに聞いて、小鳩さんがどうしようかなとか漫才みたいなことをやって、さいちゃんが名古屋のご主人様お嬢様がやってって言わないとって煽ってきます。これは新しい展開です。で、当然フロアからやってーの大歓声が上がります。で、小鳩さんが上機嫌で仕方ないなーって答えたら、さいちゃんが今日はいいよ休みなーとかボケてきます。小鳩さんもない日もあってもいいっぽねーとかボケ返してきますので、会場からブーイングのような悲鳴が上がります。すると突然ミサさんが萌え萌えって叫んで会場はびっくりします。で、なぜかミンチョが頑張れミサちゃんとか応援してきて、ミサさんがまた可愛い声で萌え萌えって言って会場から萌え萌えって返します。で、声出しすぎて心配したさいちゃんから明日大丈夫とか、小鳩さんも明日が本番っぽよとか言って、なんかうまい具合にこのコントが綺麗に終わって、小鳩さんがミサちゃんがかわいそうだからみたいに言って、小鳩のおまじないタイムって叫んでおまじないタイムに入ります。ちゃんと考えられたコント構成みたいで面白かったです。小鳩さんもなんだこの茶番と思ってもついてきてポーとか言ってましたね。それで小鳩が萌え萌えと言ったらのくだりに入ります。で、小鳩さんが名古屋は一番声が大きいということで、おまじないタイムも一番声が大きいということですっぽねみたいに煽ってきて、萌え萌えキュンキュンが始まります。確かに会場から大声の萌え萌えキュンキュンが帰ります。あとは名古屋とかバーンメイとか世界征服とかやりますが、なぜかここで手を回す感じでバーンメイってやって語尾を上げる感じで天むすとか名古屋とかバンメーとかやってフロアは笑いながら繰り返します。で、いつものバーンにバーンって返してメイにメイって返すやつをやって、これまた最近なぜかやりだしたズキュンにズキュンって返してバキュンにバキュンドキュンにドキュンって返すやつをやって、ワオにまでワオって返します。なぜかフロアから歓声が起きます。それでズキュンバキュンは手を左右に上げるので、小鳩さんが隣の人に気をつけてポーとか言って笑いが起きて、またズキュンバキュンドキュンワオをやり直しますが、上から見ていた私はズキュンドキュンバキュンの順になっていたのを聞き逃しませんでした。それで小鳩さんが手でくちばしの真似をしながら、名古屋コーチンポーポポポポポポってやって、萌え萌えキューンでおまじないタイムは滞りなく終わって次セクションに入ります。MC 明けの18曲目はブライテストスターの拡張イントロです。今回も確認しましたが、小鳩さんがギターを弾かないところもありました。疑ってすみませんでした。それで小鳩さんのああいうゲームから通常のイントロになって、フロアは全力のチャントになります。1メロになって小鳩さんが歌い出すと、もう体が勝手に動く感じになります。このブライテストスターの歌詞って響きが可愛いんですよね。それでサビになってジャンプして楽しみます。サビ終わりで感想のチャントになりますが、やっぱりフロアの盛り上がりがすごかったです。それで2メロ冒頭のブレイクして小鳩さんだけが歌うところで、小鳩さんにスポットが当たる演出が良かったですね。このミサさんのベースもめちゃくちゃかっこいいです。それで2サビでまたジャンプしてサビ終わりから C メロになります。このミサさんのベースもミンチョのリフもあーちゃんのドラムも当然小鳩さんの歌い方もめちゃくちゃかっこよくて好きなところです。
それで指定ギターソロになりますが、この時のあーちゃんの2ビートみたいなドラムも味わい深いです。ソロ終わりで落ちサビになって手拍子になりますが、上から見るフロアの手拍子は迫力がありました。それで転調してのラスサビはまたジャンプで盛り上がります。それで最後のところは手を掲げて、最後小畑さんのAgain Again で締めとなって曲終わりの大歓声になります。続けては Get to the Top が来るのかと思ったら、なんか今まで聞いたことがないメロディーが流れてきます。でも小畑さんがなんか少しソロを弾いてすぐやめるみたいになって、あれ小畑さん水吸ったとか思ってたら、改めて小畑さんのソロから入るインスト曲が始まります。ひょっとして新インスト曲かとか思っていたら、途中から聞き覚えのあるメロディーになってきます。19曲目はなんと From Now On でした。久しぶりですし、なんと拡張イントロアレンジです。いやいや、インスト曲に拡張イントロって予想をいつもいい方向に裏切ってくれます。小畑さんは少しミスってしまいましたが、かっこいいというか綺麗な感じのイントロでめちゃくちゃ良かったです。それで久しぶりのかっこよくていかついインスト曲の From Now On を堪能します。アーチャーのドラムフィルからミンチョのソロみたいになるところは、ミンチョが上手のお立ち台でスポットライトを浴びながらソロみたいなフレーズを弾いて、ミサさんが下手のお立ち台でベースソロ的なセクションになって、最後は小畑さんも真ん中のお立ち台に立って3人で盛り上がってギターを弾く感じになって、ラッサビみたいなところを演奏してくれて最高に盛り上がって曲終わりとなります。本当に久々に聴いた From Now On はかっこよかったです。大歓声と驚きでざわつく会場に、あーちゃんのハイハット4発から20曲目となる Don't You Tell Me のイントロになります。ステージに戻ってきたサイちゃんが、もっと上げていこうか名古屋みたいに雄たけびを上げて煽ってきます。フロアがちゃんとでめちゃくちゃ盛り上がってるのを見て、こっちも盛り上がります。それで1メロに入ってサイちゃんが歌い出しますが、ミサさんのベースもミンチョのリフも味わい深いんですよね。それでサビに入ってサイちゃんの Hey Joy にめちゃくちゃ大声のコール&レスポンスが返ります。それで2メロに入って味わい深い歌詞も楽しんで、2サビのコール&レスポンスもすごかったです。それでソロバトルに入ります。ミンチョは上手のお立ち台でスポットライトを浴びながらのソロです。それで続いてミサさんが下手のお立ち台でベースソロになってバトルになります。間に入るあーちゃんの味わい深いドラムも見どころですが、あーちゃんがスプラッシュシンバル叩くところもバッチリ見れましたし、小畑さんと見つめ合う感じで楽しそうにしてるのも微笑ましかったです。最後にミンチョとミサさんが一緒にギターを弾いて最高に盛り上がるところは、フロアも手を振り上げて盛り上がります。ここ最高に気持ちいいところです。それでソロバトル終わりでサイちゃんが歌い出して、あーちゃんのかっこいいドラムフィルでブレイクです。ここも大好きです。それでラッサビに入って最後みんなでドンチューって叫んで曲終わりです。フロアからの大歓声と拍手の中、21曲目となるヘイトのイントロです。全員がステージの前に出てきます。なので余計にフロアからのチャンプは盛り上がります。1メロに入ってサイちゃんと小畑さんがお立ち台から降りても、ミサさんとミンチョは1メロの間ずっとお立ち台でした。それで1サビも盛り上がって感想でまた大声のチャントになって2メロで手拍子になりますが、サイちゃんと小畑さんがお立ち台でミンチョとミサさんは戻る感じになってましたね。それで2サビからソロパートになって、下手お立ち台でミサさんのベースソロからサイちゃんのワン、ツー、スリー、ゴーで真ん中のお立ち台に立つミンチョのギターソロになります。で、ソロバトルじゃなくて通常ソロですね。以前のレコードでソロバトルって言ってたと思うんですが、ソロバトルっぽい演出なだけで通常ソロだったように思います。そもそもヘイトのソロパートはバトル並みに長いですから勘違いしたかもです。すみません。で、この時だったか忘れましたが、あーちゃんが変顔していたような気もします。それで C メロから小畑さんのシャウトを堪能してラッサビに入ります。もうフロアはめちゃくちゃ盛り上がってます。最後の I Hate You をみんなで歌うところは、サイちゃんが真ん中のお立ち台から降りてきますので、フロアはさらに盛り上がります。最後はやっぱりあーちゃんのかっこいいドラム締めで曲終わりとなって聞き鳴らしで大歓声となります。次は22曲目となるチューズミーの拡張イントロです。この拡張イントロのミンチョのギターも味わい深いんですよね。それで拡張イントロの最後は歌に入るぞって演出なのもすごくいいです。なので思いっきり両手を上げて準備して、サイちゃんの歌い出しと同時にフロアに手拍子が鳴り響きます。サイちゃんにスポットライトが当たって、最初のサビの後イントロで手拍子からちゃんとに切り替わります。めっちゃ声出したいですけど我慢します。それで1メロに入って踊りながら楽しんで、2メロで一拍置きのチャントで盛り上がります。私は手だけですが。それであーちゃんのドラムフィルからサビに入って腕を振り上げて盛り上がります。ここは声出せなくても大丈夫です。それで2メロに入ってミンチョがミサさんのところまで行って楽しそうに向かい合って演奏して、ミンチョがそのまま下手を立ち台に立ってミサさんは上手を立ち台に立って演奏します。それで2サビの時くらいだったと思いますが、ミンチョがお立ち台から降りて小畑さんにちょっかいを出す感じのほのぼのシーンをやってくれます。それでミンチョが真ん中のお立ち台に乗ってギターソロです。何度見て聴いてもエモくて素晴らしいソロです。
その時に他の3人はあーちゃんのところに集まってあーちゃんの変顔タイムですね。ちょっと遠かったのであーちゃんが変顔してたのか分かりませんでしたが、多分してたんでしょう。なぜならその後のラッサビくらいの時に変顔してるのを見てしまったからです。ということでその後のシメロで思いっきり手拍子してサイちゃんの I choose you からのラッサビを堪能して最後のミンチョのソロに寄せてのアウトロというか最後のメロンのところになってフロアはちゃんとで盛り上がります。久しぶりに遠くから見るミンチョのギターを弾くかっこいい姿も拝めました。最後のあーちゃんの怒涛のタンプフレーズも堪能してサイちゃんの Why was choose me で曲終わりで吹き流しになってサイちゃんのありがとうで大歓声と拍手が沸き起こる中最後の MC になります。サイちゃんのありがと名古屋で始まりました。続けてのサイちゃんの引き続き盛り上がってんな楽しんでるなにその通りという感じの大歓声がフロアから帰ります。盛り上がりに満足したサイちゃんが笑顔で水飲めよとか言ってきてフロアから笑いと歓声が起きます。続けてサイちゃんが水分補給水分補給みたいにフロアの上手から下手に向かって行ってきてフロアから笑いが起こります。でサイちゃんがなんかバカウケしてる人がいるって笑いながら言ってましたが小本さんも今日すっごい笑う人がいるっぽーみたいに言ってきてさえちゃんもなんでゲラなのとか聞いてきます。小本さんが続けて小本がズッキュンバッキュンとか言ってる時もずっと笑ってる人がいたっぽーみたいに言ってましたがさえちゃんはいいことじゃんムスッとしてるよりは気分いいよね的なことを言ってました。確かにそうですよね。私もとりあえず笑っておくようにしたいと思います。でさえちゃんが私たち笑われるのが好き受けを狙って笑いを取りたいってついに言ってしまってました。やっぱりそうだったんですね。これまでも MC のトークがボケとツッコミで構成されてましたからね。でも小畑さんが違う違う私たちはバンドっぽ自分たちから笑いを取りたいとか言い出したらダメだっぽどんどんコミックバンド化しちゃうっぽみたいにツッコミを入れてきます。でさえちゃんがとか不満そうに言うので小畑さんもじゃあいいっぽみたいに諦めます。でさえちゃんが笑いを取りたいって言い切ってフロアから歓声と笑いが湧き起こります。それでさえちゃんがバンドメイドの音楽で世界征服したいついでに笑いも取りたいとボケてきてまた会場は笑いと歓声と拍手に包まれます。潔いですね。さえちゃん最高です。それで小畑さんが最近面白いことがあったということでさえちゃんが最近 MC が漫才みたいって何かに書かれてるのを見て漫才なめるなよって怒ってたっぽって紹介してくれてフロアは爆笑になります。それでさえちゃんが半分大阪の血が流れてますから小さい頃から笑いで厳しかったんだよとかオチはないのかとかずっと言われてきたみたいに言ってまた会場から笑いが起きます。で小畑さんがさえちゃんが誰に言うわけでもなくそれを一人で言ってたから本気だと思ったっぽーみたいに言ってというちょっと面白かったっていう話ポッと締めて歓声と笑いと拍手が起こってました。でも小畑さんは続けて漫才のつもりはないっぽねとかさえちゃんに振ってきてさえちゃんが漫才のつもりはないしそんなに面白くないよねだってこれがずっとなんだぜ楽屋でもずっとこれなんだぜってスギちゃんみたいにボケてきて小畑さんからスギちゃんみたいっぽって突っ込まれてさらにさえちゃんがスギちゃん懐かしいね懐かしいとか言ったらダメかみたいにボケてきてやっぱり漫才みたいになってました。で多分全然話さないといけないことを話してないと思ったのかさえちゃんが天の声さん何話さないといけないんでしたっけみたいに天の声さんに聞くという新しいことをやってきて天の声さんが教えてくれたみたいでそうそう初披露のあれがありましたよね久しぶりの From Now On ですって言ってきて会場から歓声と拍手が起きます。それで小畑さんがさえちゃんになんか誰かミスってたよねって言われてしまいます。で小畑さんが怒られてる子供みたいにあーちゃんの後ろに隠れます。でもさえちゃんに隠れても肩幅が出てますよとか言われてフロアから笑いが起きて小畑さんは前に出てくるのですが民女から謝らなくていいからさ明日はミスらないでとか言われてしまいます。小畑さんはそういうのが一番怖いっぽーって言ってさえちゃんもかなめちゃんの目が全然笑ってない小畑を謝った方がいいよみたいに言ってきて小畑さんが焦った感じでなんか下げるやつ踏み損ねてたっぽ明日は頑張るっぽ足で踏むって書いておきますっぽすみませんでしたっぽみたいに思いっきり謝ってました。それであーちゃんがエフェクターボードのスイッチを踏み忘れて悔しがる小畑さんの真似をするのですが再現率が異常に高くてメイドさんたちもフロアも大受けでした。さえちゃんがライブってこういうことだよねと思ったみたいに言ってましたがまさにそうなんです。こういうのもライブでしか味わえない醍醐味なんですよね。明日が楽しみということでこの話は締まりました。それで EP の話になってミンチョがミサちゃんがレコーディングに抜けしましたって言って歓声が起きます。で小畑さんが今 EP の制作をしていて佳境に入ってますが
ミサちゃんが二抜けしましたっぽーって説明してくれます。それでミンチョが、みんなたまごっちやっていいなーってなってるんだけどさ、忙しすぎてティッシュの詰め替えとか放置してるんですみたいに羨ましそうに言って、9月でもまだみんなハマってたら買いたいみたいなことを言ってましたね。ミンチョってやっぱり真面目というか集中力がすごいんでしょうね。で、小畑さんとサイちゃんがたまごっちの説明をしてくれます。ラジオ聞いた人ならわかると思いますが、最近発売された最新版のたまごっちパラダイスですよね。まずサイちゃんがやりたくてずっと楽しみにしていて、あーちゃんを誘ったらあーちゃんが2個買ってきてくれたそうです。それで小畑さんもやりたいってなって、またあーちゃんが買ってきてくれたそうです。あーちゃんも3つたまごっちを買いましたって言ってましたが、あーちゃんってなんか腰が軽そうっていうか、めんどくさそうなことでも躊躇なく喜んでやってくれそうな感じがします。気持ちいい性格な気がします。それでミサさんも昨日ゲットしたらしく嬉しそうにしてました。それで小畑さんが、私たち新作が出るたびにたまごっちで遊んでますが、決してたまごっちの回し物ではないですっぽーみたいに言って笑いが起きます。でもさえちゃんが、前回のは忙しすぎて遊べなかったねみたいに残念そうに言ってました。そんなことを話している時にどうも天の声が入ったようで、 EP の話はみたいになります。ミンチョが、天の声がたまごっちバンドって呼ばれちゃうからって言ったよみたいに説明してくれて、会場は爆笑です。で、さえちゃんが、やばいやばい、私たちはハードロックバンドですみたいに言ってました。面白かったのですが、ちゃんとハードロックバンドって言ってくれたのになんか感動しました。それで小畑さんだったかミンチョだったかがさえちゃんに、どんな感じですかって聞かれて、さえちゃんが、3曲はリリース済みの曲でバンドメイドかっこいいと思っただろう、でも他の曲もめっちゃかっこいいみたいに叫んで、フロアは大歓声を上げて盛り上がります。続けてさえちゃんが、普通 EP って4曲くらいだと思うんだけど、私たちはそれじゃ足りない、だってみんなにいっぱい届けたいからって言ってきて、また大歓声が上がります。その時にフロアの誰かがむせたようで、さえちゃんに、大丈夫ですか、むせてますね、お水飲んでくださいとか言われてましたね。で、さえちゃんが続けて、残りの曲はバラエティに飛んでる、楽しみにしててって感じみたいに言って会場から歓声が上がります。それでさえちゃんが、これ以上は言えませんとかちょっとほっぺたを膨らませた感じで言ったのが可愛かったです。で、さえちゃんが、今年中には出す、もう少し待っててね、期待してもらっていいよみたいに言ってくれて、忍者も、あと少しだ、締め切り間に合え私って両手を上げながら叫ぶように言って、フロアから頑張れの声が上がります。で、ミンチョが、みんなの応援で私の締め切りに間に合うみたいに言って、フロアから期待の歓声と拍手が沸き起こります。それでツアーの話になって、10月からファイナルラウンドが始まるということで、小畑さんが、チッタはソールドアウトしたけど他はまだ買えるのでよろしくお願いしますぽーとか、名古屋から東京なんてすぐだからみたいに言ってました。さえちゃんも、セカンドラウンド行ったからファイナルラウンドはとか言ってたらもったいないぞみたいに言って、小畑さんも、あんなことやこんなことで大変になるって佐伯先生が言ってたっぽーって期待が高まることを言ってくれてました。その時に後ろであーちゃんとミサさんがギャルピースなのか手首の血管見てたのか、なんか手を反らせてなんかやってましたね。相変わらず自由な感じです。それで開封の儀と乾杯の温度の時間になったということで、ミサさんが呼ばれて真ん中のお立ち台に立たされます。その横にさえちゃんと小畑さんが立ってミサさんを挟む形になります。それでここで小畑さんが、今回初めてご帰宅されたご主人様お嬢様いらっしゃるぽーって聞いてきて、後ろから見てると結構手が上がって、小畑さんも結構いらっしゃるぽーって驚いてました。それで小畑さんが開封の儀のことを説明してくれるのですが、ミサさんが口開封の儀って口を挟んできて、小畑さんも初めて聞いたみたいで、あ、そういうんだっぽねみたいになってました。それでまずはミサさんがプルトップを開けるのですが、今回は開けるのに少し手間取ったのか長めの音になってしまったようで、ミサさんが思ってたのと違ったみたいに言ってフロアから笑いが起こります。それでいつものように小畑さんと一緒に会場からの3、2、1のカウントダウンの掛け声でミサさんが口真似をしますが、その長めの音を表現しようとしたのか、ツートクみたいにまたちょっと微妙な感じの口真似になってしまいますが、フロアからは温かい大歓声が上がってました。さえちゃんはいつの間にかお立ち台を降りてミンチョとかあーちゃんと喋っていて聞いていない感じでしたので、小畑さんからあの人たちは聞いてないっぽねとか言われてました。それで乾杯しようということになり、ミサさんがいつもありがとうございます、セカンドラウンドもあと1日ソールドアウトありがとうございますっていつものように丁寧に言ってきて、乾杯って今回は普通に言って、フロアからも乾杯って返して、無事口開封の儀は完結しました。でも残りの3人は相変わらず後ろで遊んでるので、小畑さんからキンコンカンコンお時間ですっぽ、休み時間終了ですっぽって
福岡の時みたいに小鳩さんが先生になって生徒たちを席につかせようとします。さえちゃんがって不満そうな声を上げて小鳩先生に授業始めますとって言われてました。ついさっきちゃんとやろうみたいに言ってたはずなんですけどね。で、あーちゃんが子供みたいに床に突っ伏してジタバタしてダダをこねる感じになってフロアから笑いが起きます。これはコントって言っていいですよね。それでさえちゃんが名古屋の皆さんラストスパート行きますけれどもって言ってきてフロアからはいみたいな声が上がって、それを確認したさえちゃんがいけんのかお前らかかってこいやーの叫びを上げてラストスパートに入ります。ラストスパート初っ端となる23曲目は What is Justice ですね。当然ミンチョのリフに目と耳が集中してしまいますが、1メロに入ったところであーちゃんのフロアタムをめちゃくちゃ速く叩くフレーズも大好きですね。バーンの増田さんの記事にありましたが、曲の構成自体はシンプルなのにちゃんとバンドメイドらしさみたいなものも詰め込まれてますし、何よりも私のような往年のハードロックファンというか昔からあるハードロックを現代の天才ミンチョが作ってそれを表現するあーちゃん、ミスさん、コードさん、サイちゃん、当然ミンチョもですが消化するとこんな感じに素晴らしいものになるんですよと教えてくれているような、本当に体の内側から楽しめるというか難しいことを考えなくても気持ちよく曲に入り込めるんだなと感動を覚えるみたいな感覚になります。しかし出す曲がこんなに刺さる曲ばっかりとは本当に驚きです。この盤面沼の深さはどこまであるのかという感覚です。いい曲って世の中に今でもいっぱいあると思うのですが、かっこいい曲ってなかなかないような気がします。この曲は間違いなくそのかっこいい曲ですよね。ということで1メロ2メロとめちゃくちゃ盛り上がっているフロアを見ながら無言ではありますが手を振り上げて一緒に盛り上がります。それでサイちゃんの味わい深い歌い方の1メロになってリサさんの味わい深いベースラインも堪能します。それでサイちゃんのロングトーンからミンチョのギターソロです。もうたまりませんね。ソロ終わりでまたミンチョのかっこいいリフからラスサビに入ってサビ最後にサイちゃんのロングトーンのシャウトとその時のあーちゃんのめちゃくちゃ激しいドラムキルから最後アウトロのミンチョのリフに気持ちよくなりながらフロアを踏め尽くすようなチャントを見て聴きながら曲終わりとなります。吹き鳴らしで大歓声が上がる中続く24曲目は You です。いきなりシンガロングから始まってサイちゃんは真ん中のお立ち台から思いっきり煽ってきます。この曲で声出せないのは本当に辛いです。それでイントロでフロアはすごいちゃんとになってサイちゃんがお立ち台を降りて A メロを歌い始めます。ここからはシンガロングとかないのでみんなと一緒に踊りながらこのメロディアスなハードロックを楽しみます。それでサビに入ってめちゃくちゃ盛り上がっているフロアとステージで歌って演奏してくれるメイドさんたちを見ながら一緒に盛り上がります。それで間奏でのシンガロングから2メロになってみんなが前に出てきます。普通と逆のパターンですね。それで2サビも盛り上がって2サビ終わりで落ちメロになってサイちゃんのみんな声出してくれよーな煽りでシンガロングになりますが、その時のミンチョのアルペジオのギターの音が大好きですね。歪ませてないので綺麗に音を出すのは正確な弦の押さえとピッチングが必要だと思うのですが、本当にミンチョは正確に言っているので最高に綺麗な音が出ています。地味にすごいと思います。それでシンガロングからミンチョのギターソロになりますが、本当にこのソロはエモいというかメロディアスでリズムも凝っていて味わい深いです。ソロ終わりの落ちサビからラスサビに入る盛り上がり方も最高です。それでアウトロになって小本さんがピックを持った手を上に上げてシンガロングを煽ってきますし、サイちゃんも両手を振って煽ってきます。なのでフロアからは大声のシンガロングで答えます。私もおうおう歌いたかったです。曲終わりでサイちゃんのありがとうももらえて大歓声と拍手になります。続く25曲目はノーゴッドです。声出さずにジャンプしながら手を振り上げるのはなんか変な感じです。でも頑張ってジャンプします。サイちゃんは楽しそうにイントロでアンヘシよりも大ぶりな感じの腕振り振りダンスをしてくれてましたね。ミンチョとミサさんはお立ち台でサイちゃんと小俣さんも前に出てきて煽ってきます。後方の上段からフロアでジャンプする盛り上がりを見るのも気持ちいいです。ルールルーの時にサイちゃんが後ろを向いてあーちゃんに向かってルールルーってやってたのが可愛かったですね。それでサイちゃんが下手のお立ち台に移動して歌って上手に小畑さんが移動するような感じになります。それでどこでだったか忘れてしまいましたが、小畑さんとミンチョが上手のお立ち台のところでなんか目を合わせてなんか楽しそうな感じにしてたのも見れました。このノーゴッドというかアンシンワールドの歌ってなんか私的には結構最近の気がしていたのですが、2021年1月にリリースされてもう4年以上経ってるんですよね。多分私がバンドメイドを発見してアルバムを買い漁っていた時に初めて新たにリリースされるアルバムだったから新鮮な感覚があるんだろうなとか思いながら1メロ2メロを楽しみます。リサビが終わってミントが真ん中のお立ち台に立ってのギターソロから下手お立ち台のミサさんのベースソロにつなぎます。手拍子で思いっきり盛り上がってラスサビに突入です。
それで最後アウトロで思いっきりジャンプします。声を出せないノーゴッドを3年ぶりに体験して曲終わりとなります。続く26曲目は玉屋です。やっぱりこのお祭りの前のような静かに始まるさえちゃんと小畑さんのボーカルから爆発的に盛り上がるイントロに入る構成は後ろから見ていても盛り上がります。さえちゃんはおたけびを上げて煽ってきますので、私は声は出しませんが思いっきり手だけでちゃんとして盛り上がります。この曲はちゃんとはありますが、シンガロングとかコール&レスポンスはないので、声なしでもめちゃくちゃ楽しめます。2サビはさえちゃんが真ん中のお立ち台で歌ってくれて、サビ終わりの C メロからソロバトルになって、委員長が上手のお立ち台、ミサさんは下手お立ち台でギターを弾き決めるわけですが、今回は後方から見ているので、視線をあまり動かさずにどちらも見ることができました。それであーちゃんのめちゃくちゃ激しいドラムソロから小畑さんのリズムギターソロになって、最後は楽器隊全員での激しい演奏になる。このソロバトルは本当によく考えられているというか、全員に見せ場があって、しかも全てかっこいいという完璧なソロバトルだと思います。ソロバトル終わりから続くラッサビに入るところの小畑さんのおっさんらばえのシャウトもしびれます。この悟りだと本当に小畑さんずっと叫んでますよね。私的に小畑さんのシャウトは大好物なので嬉しいです。それでラッサビを思いっきりジャンプしながら楽しんでアウトロです。もう飛び跳ねながら手を突き上げて曲終わりの吹き鳴らしで、さえちゃんのありがとう名古屋、次がラスト大好きだ名古屋の雄たけびでラスト27曲目となるレディートゥーロックに突入します。赤いスポットライトを浴びた上手お立ち台の民調の激しいリフで始まって、次に赤いスポットライトが当たったあーちゃんのブラストビートが加わります。それでさえちゃんのボーカルになって全員が前に出てくる感じになります。このレディートゥロックの歌詞って当然ロックはレディーのたしなみでしての世界観を表すように作られているわけですが、バンドメイドそのもののことを言っているようでもあってめちゃくちゃ味わい深いです。それで今回さえちゃんは1サビの時からお見せしましょうの時のダンスをやってくれてました。楽しそうにやってくれるのでどっちも楽しくなります。こっちは声出せないのでとりあえず踊りまくることにして楽しみました。忍者は元気そうにギターをかき鳴らしてくれてますし、ミスさんは相変わらずクールに素晴らしいベースラインを弾いてくれますし、あーちゃんは手数がめちゃくちゃ多い気持ちいいドラムフレーズを笑顔で叩いてくれますし、さえちゃんは楽しそうに歌ってますし、小本さんはやめられないしやるしかないなーって叫んでくれます。最高です。それで2サビも思いっきり盛り上がって小畑さんのかっこいいミニソロから民調のギターソロに入ります。私的にお気に入りのギターソロ最後の余韻みたいなギターの音を出せるエフェクターも気になってます。それで短い落ちメロをこの曲唯一の手拍子で楽しんでサイちゃんのシャウトからラッサビに突入します。ここも最高です。後方でしたが思いっきり踊りながら盛り上がって最後のメロのところに入ります。最後の力を振り絞って手を上げながらヘドバンして最後の吹き鳴らしになります。サイちゃんのありがとう名古屋お前ら最高だまたお会いしましょうバンドメイドでしたの叫びが上がって吹き鳴らしが終わって小畑さんのいってらっしゃいませご主人様お嬢様バンドメイドでしたっぽバイバイっぽで名古屋ダイヤモンドホールのデイ1のお給仕は終了しました。大歓声と拍手が沸き起こる中ピック投げが始まりましたが、さえちゃんは両手の指でハートマーク作ってフロアの方に向けて笑ってくれてましたね。さえちゃんって昔は結構すぐにステージからはけてたように思うのですが、最近はかなり残って手を振ったりしてくれますよね。あと珍しくあーちゃんがスティックを投げてくれてました。こういう時に後ろで見てることに恨めしく思いながらいつかはあーちゃんのドラムスティックをゲットできる日を夢見て会場を後にしました。いやいやいやお給仕は最高でしたしフロアのノリも良くて本当に最高だったのですが、声を出せないお給仕ってこんなにもストレスというか歯がゆさを感じるものなんですね。私はコロナ禍の時にバンドメイドを発見して初のお給仕帰宅が声出し NG のお給仕からスタートしたということで声を出せないお給仕を経験していますが、その時は本当にメイドさんたちって存在してたんだという感動の方が大きくて特に歯がゆかったりの記憶がないです。でも今になってお給仕で声出せない辛さがこんなにだったのかと改めて感じました。当然見て聞くだけでも楽しいですが声出してみんなと一緒に騒いだらその何倍も楽しいですからね。体調管理はしっかりしないとです。恒例のさえちゃんのポストは名古屋1日目ありがとうマジ感謝超楽しかった盛り上がったね名古屋すんごかった明日の2日目も盛り上がりましょうお疲れ乾杯でしたね。この盛り上がりに声で貢献できなかったのは残念ですが楽しく盛り上がれましたので心置きなく乾杯したいと思います。私の次回帰宅は翌日の名古屋ダイヤモンドホール Day2 セカンドラウンドのファイナルお給仕です。もう風邪も完璧に治った感じがしますので明日はできるだけステージ近くで飛び跳ねて楽しみたいと思います。
はい、ということで今回は以上です。それではまた次回。